おはようございます。今日は2月14日午前11時半ぐらいですかね。まだまだ寒いんですけれども、今日は気温13度ぐらいかな、今あります。今週まだ天気が不安定というか冷えるんですけど、天気予報見たら今度の水曜日かな、マイナス7、8度とか言ってたんで、標高1000メートルのここはもっと冷えるんじゃないかなと思います。で、今日は養蜂ツール、養蜂ガジェットの紹介をしたいと思います。これまで養蜂の作業の内容の紹介ばかりの動画だったんですが、そもそも養蜂家は何を使って何をしているのか、そしてその目的は何なのかっていうことを紹介したいと思います。手始めにこのハイブツール、これがいくつかあるので、それの紹介動画を作りたいと思います。養蜂家にとったら、あるいは養蜂のことをよく知っている人にとったら基本的なことすぎてあまり重要のない動画かもしれないんですけれども、これから養蜂を始めたい人、あるいは養蜂に興味がある人、例えば蜂蜜マイスターなんていう資格があるんですけど、蜂蜜に詳しいけど養蜂についても詳しくなりたい人にとってはなかなか有用な動画になるんじゃないかなと思っています。そう考えると紹介したい道具やら何やらいろいろあるもんですから、そうだな、養蜂ガジェットっていう名前の、ガジェットっていうのは道具、ちょっと面白い道具みたいな意味の言葉なんですけど、養蜂ガジェットという再生リストを作ろうと思うので、興味のある方は今後もチェックしてみてください。で、ハイブツールっていうのは何なのかっていうものなんですけど、これですね。これです。これをこれからいくつか紹介したいと思います。今日紹介するのはこの5つなんですが、そうですね、養蜂家にとって最も基礎となる道具です。形やデザインとか入手方法は違うと思うんですけど、これを使わずに養蜂をしている人っていうのはほとんどいないんじゃないかと思います。材質はステンレス製で曲がることもないですし、まず壊れることはありません。なので一度買ったら養蜂を続けている限り一生ものになるんじゃないかなと思います。例えば燻煙器みたいに可動部分があるものはすごく壊れやすいんですよね。なので燻煙器最近新しいの買いました。まだデビューしてないんですけど、ちょっと使うの楽しみですね。で、基本的な構造なんですけれど、ここがフックになっていて、そしてこれがスクレーパーになっています。そんなにシャープに研いであるわけではないので、こうやって触っても手は切れたりしないんですけれど、勢い余ってボンと当たると手が切れてしまうので、危ないといえば危ないですね。こじる道具です。それからスクレーパーっていう、スクレープっていうのは剥がすっていう意味なんですけど、そういうふうにも使いますが、主にこじるために使います。巣箱っていうのはミツバチが分泌する蜜蝋やプロポリスっていう物質でネチョネチョで粘着してくっついているんです。特に夏場なんてもうガチガチにもう全部粘着してしまっているので、それをこじるための道具がこのハイブツールです。では順番に説明していきます。厳密に言うとこれとこれはハイブツールではないんですが、後で説明しますね。個人的に必要とする構造というのがありまして、それが J フックと呼ばれるこの部分です。この J の字、この J フックというのが僕にとってはもう必須と言っていい構造ですね。形はいろいろ違うんですけれども、これは非常に大事な構造となっています。ところで余談なんですが、フックって言いますけど、例えばピーターパンのキャプテンフック、フック船長もフックって言いますし、ボクシングのパンチ、これもフックって言いますよね。なんだけど服装、特にブラジャーに限ってはなぜかホックと言うんですけど、あれなんででしょうかね。ブラジャーだからかな。それはともかくどのように使うのかというものを実演していこうと思います。まずそうだな、この J フックがなぜ大切かというのを解説します。蓋を開けてまず最初に何をするかというと、一番手前の巣枠を持ち上げる必要があります。ただ先ほど言った通り粘着しているし、手袋をしていたら指が入らないんですよね。なのでこう持ち上げてもくっついて上がらないので、それを上げるのにこの J フックというのを使います。その前についでに紹介するんですが、もう一個あった。これです。これはそうですね、底板を掃除するためのボトムスクレーパーっていうんですけど、例えばこれが底板だとすると、下にスクズとかミツバチの死骸とかが溜まってるんで、巣枠をちょっと抜いてこういう風にすくって捨てる道具ですね。やっぱり幅が広いんでとても使いやすいです。それでもう一つ違うのはこれですね。これはグルーブスクレーパーっていうんですけど、ここの溝でこういう巣枠を掃除するときにこういう風に当てて
ゴリ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 と取ります。これはグルーブスクレーパーって言いますね。溝スクレーパーっていうんですかね。巣枠ってしばらくは使い回しするので、こういう風に固まった蜜蝋ですねを取ったりするのに使います。ここにもここですね、スクレーパーがついているので、これでこんな風にして掃除をする道具です。じゃあこのグルーブスクレーパーとボトムスクレーパーはいいとして、もう一個、これだ、アンキャッピングフォークっていうんですけど、何度か動画で出てきましたよね。蜜蓋を剥がすためにこんな風に使ったり、それからもう一つは UFO、 オスバチのさなぎをほじってダニの検査をする時にも使います。ダニっていうのはミツバチヘギイタダニっていうミツバチに寄生するダニなんですが、ダニの話をするともう一本動画が必要なので、今度ダニ対策に新しく買ったこのガスバップというガジェットを説明するときにまたダニのお話は詳しくしたいと思います。これね、いいんですよ。まだ使ってないけど。ということで、この3つはまあいいとして、今日紹介するのはこの3本になります。この J フックをどういうふうに使うかというところなんですが、まず一番最初に、こちらの巣枠、一番手前の巣枠を抜くんですけれども、実際に使用されている巣箱っていうのはこんな簡単に取れないんです。さっき言ったみたいにもうガチガチにくっついているので、その時にこの J フックというのがとても役に立つんですね。どういうふうに使うかお見せします。こっちの方がいいかな。じゃあこっちをお見せしましょう。これがくっついてるとしましょう。今はくっついてませんけど、こういう風にフックの部分を下に入れて、そうするとここ90度になってるこの出っ張りですね、こいつがこうテコの原理でグッと上がるんですよ。なので巣枠を一番最初に抜くときは、僕は左利きなんで左手でやりますけど、こう映ってるかな。まずこうやって上げますよね。それでこちらをつまんで、次にこちらを引っ掛けてそのまま持ち上げる、そういうことをしますね。そのためにこの J フックっていうのがとても大事なんですね。これがついてないものだとこういうふうにやるんですかね。こうやって上げるのかな。で形は違うんですけど、この J フックもやっぱり同じですね。こういうふうにここの90度の部分がテコになってこういうふうに上がります。これも同じですね。このちっちゃいやつもここにフックがついてるんですけど、これはテコがないんでちょっとカチッと引っかからないんですけど、細くて入りやすいので簡単に上げれます。それで例えばこれを抜いたとしましょう。そうするとここにスペースができて次の作業がしやすくなるんですね。ギチギチのまま動かしてるとミツバチを潰してしまう可能性があるので、特に巣箱の中に1匹しかいない女王バチを潰してしまったらもうお話にならないので、1枚2枚抜いておくのがとても大事です。そして次に今度はこのスクレーパーの部分を使います。やっぱりこれもくっついていてこう指で取れないんですね。なのでそれはこのスクレーパーの部分をこのように突っ込んでこうします。こじる。でこちらもこじる。そうすると持ち上げやすくなります。この大きいのはこうやってやると大変なので寝かしたまんまやります。この部分を突っ込んでこうですね。この部分を突っ込んでこう、それで持ち上げます。で90度に曲がっているものはどういう時に便利かというと、例えばこれ僕一番お気に入りなんですが、これの場合こうしないといけないんですよ。立てなきゃいけない。でも L 字だと持ったまま立てずにこうやってできるんですよね。なので、手首をいちいち返したりしなくていいっていう、大したことじゃないかもしれないですけど、それにとてもこの L 字の部分は便利です。なので僕の理想はこれですね。ここが90度に曲がっていて、なおかつ J フックがついていて、そしてここに出っ張りがあってテコが効く。これとても大事ですね。もちろんここの部分の出っ張りでもこうやってできますし、ここですよね。ここでこういう風にします。最後にハイブツールの手入れなんですけれども、こういう風に汚れるので、ハイブツール同士でまず汚れをこうやって取ってもいいですし、
あと雑菌とか細菌とかはこういうトーチで炙るとくっついたプロポリスとか蜜蝋なんかが溶けるもんですから、ティッシュとかウエスで拭けばきれいになります。ちょっとティッシュがないんで草で拭いてみましょう。こういう風にこすると温めると簡単に取れるんですよね。汚れってこんな風にピカピカになります。細菌性の感染症っていうのもミツバチあるんで、時々こうやってやっぱり消毒を兼ねて手入れすることっていうのはとても大事だと思います。綺麗になったな。さていかがだったでしょうか。ハイブツールの紹介でした。これがベストとかこれがおすすめというのは特にないですね。大事なのはこのハイブツールの構造をよく理解して手に馴染むまでしっかり使い込むことだと思います。養蜂やってない人には一切必要のない道具ですけども、養蜂家っていうのはこういうものをこういう目的のためにこんな風に使っているんだっていうのが伝わればなと思います。ということで、今日の動画はこれまで。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。